もし街で偶然出会った男に人生全てを台無しにされてしまうことがあったら、2020年12月12日、韓国キョンギドアンサン市ソウル南部刑務所の出入り口にはプラカードを掲げた100名余りの群衆が、チョ・ドゥスンを死刑にしろ、あんなやつ絶対に外に出しちゃいけない。彼らの言うチョ・ドゥスンとは、この日出所することになった囚人、18回もの逮捕歴を持つ犯罪常習者でした。来たぞー。刑務所の門が開き、ドゥスンを乗せた車が現れたかと思えば、一斉にその車を取り囲んだ市民たち。彼らは車に飛び乗ったり激しく叩いたりしながら口々にドゥスンへの罵声を浴びせます。市民がこれほど激怒しているのは、今回の逮捕の理由となった犯行がこれまで彼が起こしたどの事件よりずっと卑劣なものだったため。実は約12年前、ドゥスンに襲われた8歳の少女は排泄期間の 80% を失ってしまったんです。わずか8歳の少女を再起不能にし、人生を奪ってしまった男。あまりにも卑劣で残酷な犯行の全貌とは。事件から10年経った今でも、少女は男の言動に翻弄され続けているんです。おはようございます。人生は一度きり、ケンちゃんです。最近茶道を始めようと思っているヤミコです。やってねえんかよ。やりたいと思ったらすぐ申し込む。石垣島行きたいと思ったらその日に飛行機取ってたわ。どんどん動く。人生は実行の積み重ねでございます。茶道をやりたい。じゃあいつ申し込むんですか？今日。はい。本日ご紹介するのは、多数の韓国国民の怒りを買った少女の強姦事件について。この事件なんと8歳の少女が男に襲われ、その後普通の生活を送れなくなってしまったという非常に胸くそ悪い事件なんです。それ聞くだけで許せない事件よね。日常生活を送るのもままならないって、一体何をされたらそんなことになるわけ？犯行内容の残虐性ってのもそうなんですけど、この男は事件後も罪から逃れることしか考えてなく、それもひっくるめて非常に胸くそ悪い事件なんです。そんなあまりにも卑劣な犯行を犯したこの男。この男の出所日当日には刑務所に怒りの市民たちが押し寄せてきたというんです。怒りの出迎え。2020年12月12日、舞台は韓国キョンギドアンサン市。おい、出てきたぞ。刑務所の出入り口には100人余りの人だかりができていました。彼らが待ち構えていたその男はチョ・ドゥスン。12年の刑期を終え、刑務所から姿を現したその男に向かい、人々は口々に罵声を浴びせます。チョ・ドゥスン、地獄へ落ちろ。なぜこんな奴を野放しにするんだ。死刑にしろ。夜明け前からプラカードを持ち、刑務所の前に張り込んでいた市民、そして記者団。ドゥスンが警察の車に乗せられた後も、彼らはその車に生卵を投げつけたり、飛び乗って激しく叩いたり、尋常ではない怒りをあらわにしていました。犯行から12年経った今、反省はしていますか？記者にマイクを向けられても何も返答することなく、警察に連れて行かれたドゥスン。その後も市民の怒りは冷めることなく、あんな奴と同じ街で暮らせるかと誰もがこぞって抗議。なんと警察に寄せられた苦情は500件にも上ったんです。あわや暴動になりかねない騒ぎを街に起こしたチョ・ドゥスンという男。彼は一体何者なのでしょうか？1952年10月、ドゥスンはキョンギドチフン市に5人兄弟の末っ子として生を受けました。早く酒を持ってこい。アルコール依存症で母や子供たちにたびたび暴力を振るう父親。ドゥスンは父親の暴力に常に怯える幼少期を過ごしていました。そんなドゥスンにとって悪い意味でターニングポイントとなったのが、彼が10歳の頃の出来事。ある日、仏壇の前で涙を流す家族を前に、一人無表情で物思いにふけていたドゥスン。やっと死んだか。そう、その日、ドゥスンの父は酒に酔った状態で汲み取り式トイレに落下し、亡くなってしまったんです。同時にその事実は、ドゥスンにとって怖いものが何もなくなったことを意味していました。もしかしてお父さんが亡くなったことが犯罪者になってしまったきっかけだったの？詳しい事情はわからないんですけれど、この日からドゥスンの様子がおかしくなったっていうのは事実なんです。父親が亡くなったその時期からドゥスンの生活態度は明らかに異様なものへと変わっていきました。小学校ではたびたび暴力事件を起こし、12歳の頃には退学。その後、恐喝や窃盗などの非行を繰り返したドゥスンは20代前半までに何度となく逮捕、少年院や刑務所を出たり入ったりの生活を送ります。そうやってドゥスンがどうしようもなくすさんだ日々を送るうち、糖尿病を患っていた母は死亡。この頃からドゥスンは大酒を煽るようになり、暴力やその他の犯罪行為にも拍車をかけていきます。そう、気がつけば彼は大嫌いだったはずのあの父親のようになってしまっていたんです。そしてそれはドゥスンが43歳の頃、この時彼には15歳年下の妻がおり、家庭を築いていましたが、酒癖の悪さは相変わらず。その日、ドゥスンは酒の席で一緒になった年配男性と政治絡みの話題で口論になるんです。おかしなことばかり言いやがる、この非国民が。そして頭に血が上ったドゥスンは男性に暴行を加え殺害してしまうんです。
結局この時は殺人ではなく過失致死傷罪とみなされ懲役2年の判決。このようにしながらドゥスンは酒癖の悪さと暴力的性格のために犯罪を繰り返し、気づけば前科17犯にまでなっていたんです。そしてドゥスンのその性格は間欠性爆発性障害によるものと考えられています。間欠性爆発性障害って聞いたことがある気がする。以前紹介はしたんですけど、もう一度おさらいも含めて見ていきましょう。というわけで本日のメトラキーワード、間欠性爆発性障害について。間欠性爆発性障害とは、ストレスを感じた際に怒りの衝動を抑えきれず攻撃的になってしまう精神疾患。他人から見れば何でもないことに対し周囲が驚くほどに激しく怒り暴力を振るったりするのが特徴です。間欠性爆発性障害の患者は養育者の暴力などで20歳を迎えるまでに身体的精神的に傷つけられている場合が多いとされます。そうしたトラウマを持つ人が自尊心を傷つけられることに人一倍抵抗を感じ、怒りを爆発させてしまうと考えられているんです。このほか遺伝による発症も考えられ、暴力的な父を持ったドゥスンは発症リスクの高い環境で育ったといいます。数々の犯行を繰り返し前科17犯という途方もない犯罪歴を持つドゥスン。そしてドゥスンはこの後ついに韓国史上最悪とも呼ばれる事件を起こすんです。悪逆非道。2008年12月11日早朝8時半、前日の晩から飲み明かしていたドゥスンは足取りもおぼつかない状態でふらふらと街を歩いていました。そしてそれは彼が街の境界付近に差し掛かった時のこと。こいつはちょうどいい。ドゥスンの目に飛び込んできたのは登校中の少女キム・ナヨンの姿。そこからゆっくりとナヨンに近づいたドゥスンは次のように語りかけました。やあ、君は教会に入ったことはあるかな。もしいないなら一度絶対に入っておいた方がいい。ナヨンは突然話しかけてきた見知らぬ男に身構えますが、ドゥスンは話し終わるや否や彼女を無理やり教会の中へ。当然ドゥスンと教会に関係などあるはずもなく、彼がナヨンを引きずって向かった先は廊下の端にあるトイレ。ドゥスンはここでわずか8歳のその少女に性的暴行を働こうとしたんです。改めて聞いてもこの先聞きたくないぐらい最低な事件。大人でも知らない男にいきなり腕掴まれてトイレに引きずり込まれるってめちゃくちゃ怖いわよ。ナヨンちゃんの恐怖心想像するだけでもいたたまれないっすよ俺。やだ、やめて。教会のトイレに連れ込まれた後、ナヨンは自分に伸ばされるドゥスンの手に必死で抗おうとしました。すると、くそ、おとなしくしろ。ドゥスンは苛立ちをあらわにナヨンの顔面を思い切り殴りつけました。そして痛みに顔を歪ませたナヨンの頭を掴むと、彼女の右の頬を噛みちぎったんです。ドゥスンはその後何度となくナヨンを殴りつけ、しまいには首を絞めて気絶させます。そしてナヨンが気を失うと、そこから満足のいくまで彼女の小さな体をもてあそんだんです。まずいな、ちょっとやりすぎた。ドゥスンがナヨンをトイレに連れ込んでからもうどれほどの時間が経っただろう。何度となく行為を繰り返したドゥスンは酔いが覚め始めたこともあり、ようやく我に返った。これじゃあ俺がやったってすぐバレちまうじゃねえか。目の前に横たわるナヨンの体には至る所にドゥスンの体液が。ナヨンの家族が訴え出れば警察はすぐにドゥスンにたどり着くだろう。刑務所はもうゴリゴリだ。そう思いドゥスンが手に取ったのは便器掃除に使用するラバーカップ。ドゥスンはそれをナヨンの体内に思い切り突っ込んだ。あろうことかドゥスンは不衛生な便器の掃除用具を使い、ナヨンの体内に残った自分の体液をかき出そうとしました。そして血だらけのナヨンの頭部や体を水道水で洗い流し、周囲に飛び散った血痕を拭き取った後その場を逃走。ナヨンはなんと数十分もの間頭の上から水道水を流された状態で放置されていたといいます。その後意識を取り戻したナヨンは全身の痛みに耐えながらトイレを這い出し、道行く人に助けを求めました。ナヨンが何十分もさらされた水道水は井戸水から引かれたもの。多数の細菌を含むその水によって彼女は視力低下、鼻腔炎、内耳炎などを併発。さらに掃除用具を体内に入れられたために排泄期間の 80% を失うことになったんです。事件後ナヨンは1年以上排泄のための袋の装着を余儀なくされました。学校や外出先では常に袋の状態が気になり、夜は2時間おきにトイレに起きなければならない、そんな生活。その後3度の手術でどうにか袋を外すことができたものの、以降も排泄障害は一生つきまといます。ひどすぎる。生き地獄じゃないこんなの。当然許されるものじゃないんで、この後ドゥスンは逮捕されることになったんです。ですが逮捕後の彼の言動もまた怒りを覚えずにはいられないものだったんです。犯行後ドゥスンは証拠隠滅を図ったものの詰めが甘く、現場の至る所に指紋を残していました。また警察はドゥスンの自宅から被害者ナヨンの血痕が付着した衣類を発見。その他の犯罪に使われたと思われる複数の凶器も見つかり、彼はすぐに逮捕されるんです。そして関係者が驚いたのは裁判でのドゥスンの発言。あの時の犯行については酒に酔っていて覚えていません。
そう、これだけの確固たる証拠を揃えられながらもルスンは一貫して白を切り通したんです。ルスンのこの発言の狙いはおそらく泥酔状態を理由にした心神喪失の主張。これによって当初無期懲役ともされていたルスンの判決は懲役12年というあまりに短い刑期に減刑されてしまうんです。酔っ払って記憶が曖昧だとしても、ナヨンちゃんに傷を負わせたのは事実なわけじゃない。そんなの知ったら言い逃れなんてしようとも思わないはずよ、本当なら。そもそもあれだけ隠蔽工作をしていて忘れたっていうのはちょっと筋通んないですよね。そしてルスンが減刑されたことでナヨンちゃんはまたしても恐怖を抱くことになってしまうんです。忌々しい事件から12年の月日が経った2020年12月12日、ルスンは刑期を終え出所の日を迎えました。すると彼の自宅があるアンサン市の人々は猛抗議。ルスンが暮らしている地域には学校や保育施設が多数存在します。そんな環境で暮らす市民は安心して子供を外に出せないと訴えたんです。そして何より市民が激怒したのはルスンの自宅がナヨンの自宅からわずか500メートルの位置にあったため。ルスンの出所が近づき、その事実を知った市民たちは一斉に司法の判断への反感の声を上げました。しかしルスンがアンサン市で暮らす事実は変わらず、不安を覚えたナヨンの家族は引っ越しを余儀なくされることに。お父さん、お母さん、私友達と離れたくない。家族会議の際、そう言って誰よりも引っ越しを嫌がったというナヨン。彼女としてもルスンと同じ町で暮らすことが怖くないはずはありません。それでも町に残ろうとしたナヨンは一時の欲で彼女の人生をめちゃくちゃにしてしまったその男にこれ以上翻弄されたくない思いがあったのかもしれません。この他ナヨンの家庭は裕福ではなく引っ越し資金の問題もありましたが、事情を知った市民から3000万円以上の寄付が送られることに。こうして結局は別の町へ引っ越すことになるんですが、事件が有名になったこともあり、周囲に被害者だとバレた際のプレッシャーなど未だに懸念点は多く残ります。何回考えてもルスンがたった12年で釈放されてることが一番引っかかるところよ、これ。心神喪失で減刑されるっていうことがあることはわかるんだけど、被害者の方ばっかりが不憫な思いさせられちゃってるわよ。韓国国民もみんなその点に関しては異議を唱えていて、すっごい抗議が殺到したんです。そしてその抗議の結果ですね、法律が変わるきっかけを作ったんです。ルスンが起こしたこの事件について世間が一番問題視したのは、犯した罪に対してあまりにも軽すぎる12年の刑期について。この点を考慮し2009年12月、韓国政府は児童性虐待の量刑を最大50年まで引き上げ、控訴事項も廃止。加えて2018年からは泥酔時の心神喪失が考慮される制度についても廃止に向けた議論が行われています。この事件でせめてもの救いと呼べるのは、被害者のナヨンが現在は前向きさを取り戻していること。彼女は度重なる手術に耐え、現在は 70% まで排泄機能を回復、子宮と卵巣の機能も取り戻し、自然妊娠も可能になったといいます。現在大学生のナヨンは医師を目指して猛勉強中。いつか皆さんから受けた恩を返したいです。彼女は多数の寄付や抗議の声に勇気づけられたことを振り返り、明るくそう語ります。ナヨンが心身に受けた傷は計り知れず、この先も決して消えるものではないかもしれません。若くして過酷な運命を強いられた彼女の人生が、せめて今後は幸せに溢れたものになるよう強く願います。